ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、108翼さんが歌うヤングブラッド、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ今回のですね、108翼さんが歌うヤングブラッド、実はですね、おそらく XG のファン、アルファズの方からのリクエストだと思うんですけれども、108の翼さんが歌うヤングブラッド、こちら歌声分析をしてほしいというコメントをですね、数日前にいただきました。で、108のリアクション動画だったり歌声分析動画のリクエストは実は8月ぐらいにですねいただいておりまして、このつるさんのラポネボーカルルーム開設初期からですね実は応援してくださっている視聴者の方からのリクエストだったんですけど、 XG さんのいとこグループである108めちゃくちゃかっこいいので、ぜひ動画公開してくださいっていうリクエストをですねいただいておりまして、でちょっとね動画を公開するタイミングを逃していたんですけど、数日前にですねまたリクエストをいただいたので、今回はですね動画撮影してみようと思って今カメラを回しております。 XG さんのいとこグループっていうことはですね、相当やっぱり実力がやばいんだろうなっていうふうにね今の段階で思っているんですけど、なのでね今回のヤングブラッド見るのが非常に楽しみです。今回歌声分析する動画まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速108翼さんが歌うヤングブラッド歌声分析 GO！ わめっちゃいい声、めちゃくちゃいい声ですね。全体的にウィスパーボイスと言われる声と同時に息の音を出す、このようなテクニックが使われています。で、声の出し方なんですけど、歌を歌う上で代表的な声を響かせるポイントっていうのが体には3つあります。肺、口、鼻、この3つなんですけど、それぞれ役割が違ってですね、肺の中の空間を使うと声が太くなったりたくましい感じの声質になります。で、口の中っていうのは声だったり言葉のクリアさ、この辺をですね作り出します。で、鼻の中っていうのが声質をきれいにしたり、声質とは関係ないんですけど、高い声を出すためのアプローチをかけるために使ったりするポイントなんですけど、肺の中の空間をメインで使ってその声を鼻に入れる、こんな感じの声の出し方かと思います。男らしい感じなんだけど、全体的にこうね、ふわっとした優しい声質、男らしさを胸で、ふわっとした雰囲気を鼻で作ってます。もう一回聞いてみましょう。いいね。なななななな。僕がね翼さんの声の出し方、体の使い方に近いような状態で声を出すと今みたいな声質になるんですけど、いや本当に素晴らしい歌声ですね。次いきますよ。わあ、いいね。英語の発音もすごく綺麗ですよね。さすがですよね。このね、落ち込んだような雰囲気を声で表現する。ここがね、素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。で、先ほど言ったこのね、落ち込んだ感じの声質、どうやったら出るのかっていうとこなんですけど、
おそらく今ねこのミュージックビデオと同じように顔の表情で声の雰囲気を作ってるんじゃないかと思います。声っていうのは顔の表情にとても影響を受けます。明るい表情で歌えば明るい声質になりますし、暗い表情で歌うと暗い感じのですね声質になるんですけど、今ちょうどねすごく翼さん落ち込んだようなね表情をしてるんですけど、こういった感じでですね実際にレコーディングされたんじゃないかなというふうに推測します。次いきますよ。いいねいいね。ここでね腹筋の力が歌声にプラスされてきました。腹筋に力を入れて声を出すとですね、声に力強さが乗ってくるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、ミーのところがね一番力強かったと思うんですけど、ここで腹筋にグッと力を入れて声を出しているポイントですね。次いきますよ。かっこいい。ウィーもうたまらないね。もうずっと聴いていたいですね。この歌声すごく聴いていて心地がいいです。途中で入ってるねこう地声から裏声にこうみたいな感じのニュアンス、ここがめちゃくちゃセクシーですよね。もう一回聴いてみましょう。いやー最高ですね。今ね前半の後半ぐらいかな、ちょうど真ん中ぐらいだと思うんですけど、そこになーながなー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 みたいな、なんかね僕あんまりうまくできないですけど、こういう感じのねニュアンスが一瞬入ってたんですよ。そこがめちゃくちゃセクシーです。次いきますよ。うわほら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 、ごめんなさい中途半端なところで止めちゃいましたけど、今ね先ほど言った地声から裏声にこうね切り替えるような歌い方が何箇所か出てきたんですけど、めちゃくちゃたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらプッシュナウェーみたいななんかねこういう感じ伝わるかな。すごくねセクシーでかっこいいですね。このポイントは地声から裏声に切り替える瞬間にちょっとだけ音程をこうしゃくるんですよね。しゃくるっていうのはこうみたいな、こうもともとあった音からちょっと高い音で着地するっていうかね、そういったテクニックなんですけど、いやー素晴らしいですね。続き聞いていきましょう。かっこいい。うわこっからサビか。めちゃくちゃかっこいいね。こうじわじわと盛り上がっていくようなね雰囲気が本当にかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ヤングブラッドのここのね入りの音もめちゃくちゃかっこいいですよね。ヤングブラッドからサビ聞いていきますね。いきますよ。いいね。うわいや超かっこいい。シャウトボイスっていう声を使ってますよね。僕ねあんまり得意じゃないんですけど、っていうこうザラザラした感じの質感をですね声にプラスした歌唱法です。割とこうロック系のバンドのボーカリストとかがよく使う声質だったり、最近はでもボーイズグループでも使う人が多くなってきたかな。僕もね憧れてすごい練習してるんですけど、なんかあんまりねこううまくできないんで羨ましいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、この高いところがザラザラって音が入ってましたよね。ここがねシャウトって言われる部分で、ここにあるですね仮声帯っていう器官を使ってこのザラザラしたりビリビリした感じのね質感の声を出すんですけど、咳払いをする時にってなるとこうガラガラってなるじゃないですか。この音をですね声に混ぜるんですよね。それがシャウトボイスです。次いきますよ。ほらほらほら、うわーかっこいいめちゃくちゃかっこいいね。このドラムのねドンドンドンっていう風なこのビートにめちゃくちゃ歌声が乗ってますよね。
この辺の歌声のノリの出し方としてはですね、音楽用語なんですけど、休符と言われる音が鳴ってない、要は声が出ていないポイントの使い方っていうのが非常に重要になってきます。じゃあ音が鳴ってない部分どうやって表現してるんだろうっていうふうにね思った方いるかもしれないんですけど、ポイントはちっちゃいつ、これですね。トラックとか納豆とかちっちゃいつが入るじゃないですか。これが歌で言うところの休符の表現方法なんです。単語と単語のつなぎ目だったり、そういうところにちっちゃいつを入れることによって歌声にこうねノリがどんどん出ていきます。聞いてみましょう。うわー、タカタダタカタダ、ここのフレーズもタカタダ、息継ぎじゃないんですよ。ここ息止めてるんですよね。息を止めるとちっちゃいつになります。さっき言ったトラック、納豆、これ一息で言ってますよね。これトラックのこのちっちゃいつの部分で息を吸ってしまうとトラックに聞こえなくなりますよね。だから同じ音が鳴っていない表現方法でも息を止めた時と息を吸った時じゃ全然ニュアンスが変わってきて、息を止めないと休符って表現できないんですよね。その使い方がですね、翼さんめちゃくちゃうまいですね。次いきますよ。かっこいい。いや、ほんとかっこいいですね。もうハードロックボーカリストって言ってもいいぐらいすごく歌い方と声質が激しいですよね。そこがねまたかっこいいんですけど、もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。声質はそこまで近いとは言えないんですけど、僕の大好きなエリック・マーティンっていう海外のボーカリストがいます。ミスター・ビッグっていう世界的に有名なバンドのボーカリストなんですけど、なんか歌の激しさの表現方法がですね、翼さん、エリック・マーティンにすごく近いものを感じるんですよね。エリック・マーティンは僕がね、世界で一番尊敬してるボーカリストなので、ほんと翼さんの歌い方はもうドンピシャで大好きです。次いきますよ。超かっこいい。超かっこいい。やばいね、これは。僕音楽を始めたのはロックが好きでですね、やっぱり激しい楽曲が好きだったんですけど、こうね、年齢を重ねていくとやっぱりね、こう激しい楽曲よりもこうゆったりしたね、こう心地よく聴けるみたいな雰囲気の楽曲がどんどん好きになっていって、最近までね、そういう R&B とかバラード系とかね、そういうジャンルの曲を聴くことが多かったんですけど、今回の翼さんが歌うヤングブラッドを聴いてですね、やっぱり激しいロック系の曲とか本当に好きなんだなっていう風な、この高ぶる感情を思い出しましたよ。もう一回聴いてみましょう。ここね、のところもね、ちょっと一息抜けるようなポイントでね、すごくこう味があっていいですよね。次いきますよ。ここのメロディー戻るね。なるほど。ここは B メロのメロディーラインなのかな。その上でフェイクを歌っているっていうポイントですね。魂の叫びだみたいなね、雰囲気の歌声がめちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。もうたまらないですね。すいません、歌声分析とか言っておいて、さっきからかっこいいしか言ってない。ほんとかっこいいですね。次いきますよ。やばいね。今ね、ここから静かになるのかな。なんかすいません、中途半端なところで止めてしまいました。いや、もうこれね、本当に腹の底から感情を全部こう外に放出するみたいな、そういった勢いを感じます、僕は。もうテクニックとかそういう次元の話じゃないですね。もうそのね、はるかに超越した、もう異次元の歌声なんじゃないでしょうか。もう一回聞いてみましょう。ここがね、かっこいい。
そう、こっから静かになるんですけど、ちょっとね、一回落ち着いてから静かなポイントは聞きたいのでね、またここでちょっと止めさせてもらったんですけど、いやー、なんだこのかっこいい歌声は。こっそり練習しようかな。僕もこんな声出してみたいです。じゃあ静かなところ聞いてきますよ。あ、いい。うわー。いいね。静かなところなんですけど、声のパワー感をある程度残してるんですよね。曲が始まったあたりはもうちょっとこうソフトな声だったんですけど、この部分は地声感が強いというかね、地声感が強いっていうことは肺の中の声の響きをたくさんこう歌声に乗せてる証拠なんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら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 、この辺とか特に、結構地声感がやっぱ強いですよね。これ静かなポイントで地声の要素っていうのをこう前面に出していく歌い方っていうのは、ゴスペルとかね、そのどんどん掘り下げていけばっていう話なんですけど、ゴスペルだとそういう歌い方があるんですよね。でそこからこう派生していったのがハードロックだったり、もっと激しいジャンル、メタルとかね、そういったジャンルのバラード、すごくこうね、もうシャウトボイスを使ったり、もう本当に絶叫したりするような感じのバラードっていうのがハードロックとかね、ヘビーメタルには存在するんですけど、なんかね、そういった雰囲気を感じます。次いきますよ。わあ、いい声。ここは一番最初に翼さんの声の出し方のベース的な部分を紹介したと思うんですけど、胸の響きを使ってそれを全部鼻に入れるっていう風なね、お話ししたと思います。今のところはですね、鼻に入れる声の分量をわざとこう増やしてるんですよね。で、鼻の中に入る声の量が増えれば増えるほど、歌声に鼻声のニュアンスっていうのが出てきます。言い換えると、声にすごく特徴的な声質っていうのが出てきます。今がそのポイントだったかなっていうふうに思うので、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ちょっとだけですけど、よく聞くと鼻声のニュアンス感じれると思うんですよね。で、歌声にこのね、鼻声のニュアンスが入ってくると、すごくこうね、耳に優しいというか、すごくこう何度も繰り返し聞きたくなるような歌声の質感が出てくるっていうふうにね、僕は思ってるんですけど、本当に最高の歌声ですね。続きいきますよ。あ、優しい。あ、これで終わりなのかな。わあ、美しいね。あ、翼1 or 8。あ、終わりか。終わりなんだね。うわあ、もうあっという間でした。本当に最高の歌声だったと思います。1 or 8、翼さんが歌うヤングブラッド、歌声分析は終了になります。さあ、歌声分析していきましたが、何ですかこの異次元の歌声は。本当に素晴らしすぎます。めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いただけで憧れちゃう歌声だったなっていうふうに僕は思います。後日ですね、1 or 8川崎、こちらのですね、リアクション動画を公開しようと思っております。それまでにね、1 or 8のことをもっともっとこう調べて、少しでも詳しくなってですね、撮影の方に挑みたいと思っております。そちらの動画も公開されたら遊びに来ていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーのつるさんでした。